gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回はミサキを活用した島クリエイトをしたので、今回は余りまくっている階段を贅沢に使ってクリエイトしていきます。この島初の階段クリエイトがどうなるのか気になる方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では早速、ちょっと早足で現場へ向かいます。狭い場所を通り抜けて目印の草へ。今回は固定カメラ視点は使わず、その都度カメラを動かしていきます。マップ確認作業タイムです。今回の作業スペースは思っている3倍くらい大きくなりました。ダーク角分ですね。撮影時間もいつもの倍ということですが、サクッと進めていきます。まずは道の確保から。フータのテントの方から北へまっすぐ、そして左に伸ばします。イメージは港のある崖の町って感じですね。今は港の桟橋的なものを作っています。港といえば木製ですからね。道に沿って崖作り、いろいろと計算して作っていますが、いつも通り計算をミスってやり直しを何度もしたので、最終マス形態は謎に包まれています。とりあえず横は19マスを目安に作っていましたね。一心不乱に崖作りだけをしていて、だいたい10分くらい、動画の時間では1分ですね。飽きてきたので高速早送りタイム。2段目が終了したので3段目を作っていきます。そろそろ砂浜にお住まいの方々の救済を行わねばならないので、崖上に避難してもらう計画です。緑の大地に足を踏み入れ、動物らしい生活をしてもらいます。今回崖上に住んでもらうのは3名の方々。選考基準は適当です。3段目も崖ができました。とても四角い崖ですね。崖作りに続き、次は川掘りタイム。湖に浮かぶサブ住民宅を作った時に作った湖を拡張する感じですね。せっかく砂浜から高台へ移動してもらうのに、周りが水浸しだと心配になるかもしれません。そんな心配をよそに川を掘り進める無慈悲な島民代表です。桟橋ができました。緑の大地が桟橋からはみ出てくるところが気になりますね。この島初めての階段を設置していきます。ここで設置しなければ危うく階段のない島になるところでした。それでもいいんですけど、シーズン1と被りますからね。砂浜から崖上へ招待したのはミカッチ。悠々自適な生活から一変してパン屋になってもらいます。アイダテーマパン屋なので、この島に2軒目のパン屋です。取る位置を間違えてしまいましたが、階段と家ができましたね。2つ目の階段の設置。ミカッチは気の毒なことに、1日は下界へ降りれず、崖上へ閉じ込められてしまいます。他の家も今日中に設置したいので、まずは道を敷いて1決め。これもどうやって敷こうか迷いまくって、何度かやり直しました。三つ葉のブーメランのような形になりました。2軒目のお宅はジェシカです。砂浜からランダムに選ばれた住民その2ですね。外観は揃えています。この島一番の高台へようこそ。ジェシカさんの家の隣にベン君を呼んできます。ランダムに選んでいるので特に考えたことはなかったのですが、相性は姉御とぼんやりで結構いい方ですね。ベン君が引っ越してくる前に花を植えたいので、まずは道の整備。直角って感じですね。さあ始まりました、花植えタイム。今日も高速で黄色いチューリップ、ヒヤシンス、白いチューリップ、菊を植えていきます。花を植えない日はないくらいですね。崖から落っこちないように石壁を立てていきます。ハロウィンの柵と迷ったのですが、島の雰囲気に合わせて石壁を採用。花の位置をミスった場所は移動させてから石壁を立てています。成長を見守る時間がやってまいりました。
シンプルでこのままでもいいくらいですが、飾り付けをしていきます。港感を出すためにヨットを並べていきます。3場所を置いているのでヨットとしての機能もありませんね。水中に家具を置かせてくれと切に願います。こんな感じになりました。ロケット鉛筆のようにヨットが飛び出していきそうです。次は2段目のパン屋前の飾り付けです。シンプルにするならミルク缶まででやめておいた方が無難ですね。パンはなぞらしスタイルでやらせてもらっています。3段目はちゃんと住宅のお知らせ。パン屋の屋根の色に合わせてパラソルは青色です。パン屋前の完成です。次は3段目。3段目と見晴らしがいいので湖を眺めるスペース作り。狭くてぎゅうぎゅうですがゆるりとくつろいでほしいものです。キューブライトをリメイクして電源を切るいつものやつですね。ベン君は花のお世話係に任命します。勝手に任していくスタイルですね。次回この奥を作ります。こんな感じになりました。なんか微妙と思いつつ釣り堀を作っていきます。パン屋の裏に池を作るので崖の拡張後池作り。パン屋の裏に釣り堀ってそこまで仕事に関係なさそうなので多分趣味ですね。木を植えるといい感じになると聞いたので植えます。ここからは高速田植えタイムです。芽があったら麦畑が入る呪いをかけていきます。見るのに動体視力がいりますね。3段目の完成。全体で見るとこんな感じ。とても微妙ですね。思っていた出来栄えと3倍ぐらい乖離していたので破壊します。何を見させられていたのかと怒りさえ覚えますね。最初に敷いた道も破壊していきます。四角すぎるのが気に入らないので崖を全体的に丸っこくしていきます。最初に敷いた道は記憶の中にしかありませんね。2段目も池を作ります。崖のあちこちに池があってこの崖が大丈夫か心配になりますね。改良の余地ありですがひとまず形になりました。階段の位置を1マス奥へずらしていきます。17万8000ベルを使って1マスだけずらしました。愚か者です。バランスが悪いので池を一回り小さく。変だなぁと思う時はだいたい大きすぎますね。作った崖もやっぱり削り。今回は破壊行動がすごいありますね。さっきと雰囲気をあんまり変えずに家具を減らして再設置。見晴らし用の椅子は捨てました。釣り堀を作ったので釣りアイテム。微妙な部分は麦畑でごまかしていきます。奥に川を掘るために花畑を一マス減らして家具の移動。サクサク編集してしまったので話がついていけてません。疑似の橋も作ります。パン屋裏の池に花を追加して可愛さアップ。こんな感じになりました。ビフォーがこちら。ぶっ壊したくなりますね。前に比べてかなり良くなったと思います。反対の斜めにするとここの水浸し感が足りないので掘ってきます。水が足されていい感じな涼しさが出てきました。公園で水に囲まれた高台の住宅街は全て完成です。水浸しの高台はいかがだったでしょうか。高台を作っても水辺を作ってしまうのねと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more.